皆さんこんにちは、天狗そばです。今日も始まりましたこの時間が、皆様いかがお過ごしでしょうか。さてさて、今日もですね、みんなと楽しい時間を過ごしていきたいなというふうに思っております。ゆるーくね、雑談をしていきたいと思いますので、最後まで聞いてくださいますととても嬉しいです。そしてね、気軽にコメントなどしてくれると、とっても喜びますので、どうぞよろしくお願いをいたします。という感じで今日も始めようかな。今までね、何してたかっていうと、今朝でもうすぐ7時なんですけれども、ミネストローネを作ってました。いきなりだな。なんでミネストローネ作ってたかっていうと、普段ミネストローネなんて食べないんですけど、あの先日サイゼリアのお話をしたじゃないですか。ちょっとした贅沢の回のお話ですよ。聞いてくださいましたか？その時の収録は。ぜひね、まだ聞いていないよっていう方はね、聞いてみてくださいよ。そこでね、サイゼリアのメニューの中で、ミネストローネがある、田舎スープがあるみたいな感じで、もしね、普段は頼まないんだけど、プチ贅沢をするとしたら、このミネストローネを頼むんじゃないかな、みたいなことをね、私お話をしました。なんか食べたくなっちゃってね。朝起きたら、今朝ね、起きたら、あれ、ミネストローネって自分で作れないのかなと思って、材料をね、ちょっと考えてみたんですよ。確かにね、足りないんです。ないはないんですけど、あるものでちょっと作ってみようかなというふうに思いまして、そうですね、作ってみることに決めました。だって、あれでしょ？野菜料理なんでしょ？だったら野菜があればなんとかなりそうですよね。ということで、ちょっと今ね、軽くなんですけれども、ウィキペディアさんの方で、ミネストローネ検索してみようと思います。ミネストローネ。はい、イタリアの野菜スープということでね、やっぱり野菜が主役なんですよね。なんかね、いろんなね、こミネストローネのレシピを検索したんですけれども、やっぱりベーコンは入っているんですけれども、野菜が主役と言いますか。ここにもね、書いてあります。材料は玉ねぎ、じゃがいも、人参、キャベツ、セロリ、ズッキーニ、さやいげん、インゲン。ね、もうなんか野菜嫌いの人には地獄のような勘弁してくれっていうね。それで主役のトマトですよね。うん、嫌いな方には本当にっていうような野菜盛りだくさんのスープなんですけれども、それにね、フジッリとかカペッリーニを短く折ったものを入れる。あるいは米が入っている場合もあるんだそうです。カペリーニがわからないんですが、カペリーニはすごく細い、なんでしょう、細長いパスタなんだそうです。普通に売られている時もですね、こう細いっていうから縦のいつもの縦に長いねパスタが単純に細くなったやつかなっていうふうに思ったら1本が長いんですね。長いっていうことで、じゃあどうやって売られてるのかっていうと、コップに沈めたみたいに、こうなんて言うんでしょう、型に入った、なんて説明したらいいのこれ。もう皆さん、もうウィキペディア行ってください。カペリーニです。カペとリの間にちっちゃい「つ」がありますからね。カペリーニですね。なんて説明したらいいのかわからないんですけれども、なんかやっぱり1本が長いっていうことで、普通のパスタよりも長いんでしょうね。長さが。で、袋に入らないか折れちゃうかということで、こう、コップとか瓶の底っこにこう沈めてギュッて圧縮したような形をしてます。こんなものを砕いて入れるんですね。なんか砕いて入れちゃうんだったら結局意味ない気がするんだけどそれは言っちゃいけないのかな。ちなみにフジッリはね、うちにもありますよ。ネジネジしたやつですよね。パスタですよね。あれね、結構ね、サラダとかに入れて食べたりすると美味しいので、私もよく使ってるので、うちにあるんですけれども、それを入れてもいいんだね。それちょっと入れなかったな、今朝知らなかったです。
なるほど。ミネストローネとは汁物料理を意味するミネストラっていうのがもともとの言葉なんだそうです。スープっていう意味なのかな、ミネストラは。じゃあ汁物料理っていうのをイタリア語で言うとミネストラだそうです。それが変形してミネストローネになったと。なんかものすごく短いウィキペディアなんだけど、これ多分日本語だからすごく短いんだよね。イタリア語で表記するようにしたら多分すっごい長い、なんか歴史とかなんかもうすごい、なんか誰がどんなすごい人が食べてきたかとか、そんなことがいっぱい書かれてるんだと思うんですけれども日本語で検索するとイタリアの野菜スープ、あれとこれが入ってますみたいなのしか書いてないコロンブスによってトマトが持ち込まれるまではトマトを入れていなかった。なんかすごいスケールの話になってきましたね。コロンブスが渡ってくるよりも前にミネストローネはあったんですね。じゃあ私ミネストローネっていう名前はトマトみたいなのに由来してるのかと思ったんですよ。だってもうザ・トマトスープって感じじゃないですか。赤くてさ。でもミネストローネっていう名前自体は汁物っていう意味であって、別にトマトっていう意味ではないんですね。なるほど。コロンブスがトマトを用意しょ、はいどうぞって持ってくる前はいどうぞはいどうぞって持ってくる前にもあったっていうことですからね。田舎の野菜スープっていうことですよ。なるほどね。やっぱりこれがサイゼリアにあると。うん。サイゼリアさんはやっぱりあれだね、野菜取って欲しかったのかな、お客さんに。だってさ、野菜スープなんてさ、絶対お肉のスープよりも人気ないよね。それ私がそう思ってるだけかな。やっぱり野菜食べたいなって思うのかな、みんな。どうなんでしょうか。私、どうだろう。10代の時とか20代の時とかってなったら、やっぱり皆さんお肉メインかなって思っちゃうんですけど、うん。でも結構野菜料理多いのかな、どうなんだろう。ほうれん草のクタクタとかさ、あとなんかエンドウ豆のとか、なんかグリーンピースとかコーンとか人参のとかいっぱいありますもんね。そう考えてみるとサイゼリアさんって結構なんかお客さんの体思いなのかなまあ後半かなりオイリーなね、あのカロリー高めなものも来てますけれども、でも前半の方サラダとかね、前菜みたいな風になってくると結構こういった野菜多めの具沢山のメニューが多いような気がしますでね。今回も結局サイゼリアの話してるんですけどねどんだけ好きなんやっていう話なんですが、はい、ということでございました。っていうのをね、今朝ね作ってたんですよ。本当に楽しかった。さあ、なんで今日これを作ってたっていう話をね、あえてしたのかというと、別にそんな引っ張ってるわけでは、何かにつなげようとしているわけでは全然ないんですけど、今日の雑談のテーマ、気になりますよね。今ね、100の質問答えていますよ。天狗そばに用意された AI が用意してくれた100の質問に順番に答えていて、今日は6本目の収録ということになっているんですが、気になります。今日の雑談テーマは、あなたの世界で一番落ち着く場所は？さあ、これ結構どうでしょう。世界で一番だよ。ちょっとよく行くけど落ち着く場所とかじゃなくて、世界で一番落ち着く場所って言ったらやっぱりこれ家の中じゃないですか。どうです？そうじゃない人ももちろんいるのか。だってそうだよね。例えばシェアしてる、誰かとシェアしてる方とか、あるいは実家にお住まいでこうね、家族となかなかこううまくいかないとか、そういうこともありえますから、みんながみんな家の中が絶対に落ち着く場所っていうわけではないかもしれないんですけれども、でもほとんどの方にとってやっぱり家の中って言ったら世界で一番落ち着く場所じゃないんでしょうか。それ私だからそう思ってるだけ引きこもりだからもしかしてそうかもしれない。はい、改めまして私引きこもりなので、絶賛引きこもり中ですので、そうなんです。
こうね、近所をね、歩くみたいなことはね、あるんですけれども、誰かに会えて会ったりとか、こう、仕事で外に出たりとか、もう電車に乗ることなんてほぼほぼないかなっていうぐらいですね。はい、お店に行くとかも本当にないです。買い出しとかもネットスーパー使ってるので、アマゾンだし。っていうことで、なんか話がどんどん逸れていくんですけれども、はい、戻して、落ち着く場所ですよね。私の場合はですね、家の中、もう絶対そうです。私の自分のアパートですね、賃貸アパートです。で、せっかくなので、その中でもどこなのかっていう話を今日は雑談でしていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、台所じゃないかなって思います。台所、自分の部屋だったり、トイレだったり、お風呂だったり、ね、ベッドの上だったり、いろいろね、あると思うんですけど、お布団の中っていうのも確かに選択肢としてはあるんですが、でも一番落ち着く、世界の中で一番落ち着く家の中という場所の中でさらに一番落ち着くスペースといったらやっぱり台所じゃないかなというふうに思いますね。私はですね、ダイニングテーブルというものを持っていないんですよね。台所にちっちゃい椅子とテーブルがあってそこで食べてるんですよ。うん。あの、話がちょっと飛ぶんですけれども、私、一時期ヨーロッパの方に住んでいたことがあってね、ヨーロッパのお家ってそういう感じなんですよ。こう日本みたいに台所、ダイニングって分かれてなくてスペースが。全てのお家がそうってわけじゃないんですけど、ほとんどのお家、例えば一人暮らしとか二人暮らしとか結構少人数で住んでるお家であればあるほど、台所にちっちゃなテーブルと椅子があって、そこで、ご飯だったりとか簡単なことは済ませちゃうんですよね。うん。なので、そのスタイルすごくいいなと思って、そうするとさ、ダイニングの部分が広くなるんじゃないですか。うん。こうやっぱりちゃぶ台を置いたりとかね、それなりのテーブルを置いたら場所を取りますから、やっぱりアパートってなったらね、そんなに広い場所ではないので、あのーボーンと大きなテーブルを真ん中に置いてしまうと、ちょっとね、そんなに人数いないしさ、あのたくさんわーって集まってみんなでワイワイ食べるわけでも全然ないので、台所で一人ポツンと食べればいいということでですね、ヨーロッパ方式で、小さいテーブルと、椅子があるんですよ、台所に。はい。で、そこで、ご飯を食べたりだとか、ちょっとしたおやつだったりとか、音楽聴きながら、ちょっと本読んでたりとかするわけなんですね。皆さんが普通にダイニングテーブルでするようなことをしている。で、こう大きな作業、例えばすごい大きな紙を切らなきゃいけないとか、こう言ってね、パソコンを前に喋るとか、そういうことをするときは、そこの場所ではなくて自分の部屋のデスクでやるんですけれども、小さいとこスペースで済んでしまうような時はもう台所のその小さなテーブルであれこれしてるわけなんです。私がね、台所のその椅子とテーブルについてすることの中で一番落ち着くことといったら何かなって考えた時に、もう落ち着くを突き詰めていきますよ、今日のトークは。何がね一番落ち着くかなって思ったら、ジョン・フルシアンテを大音量で聞きながら、ジョン・フルシアンテはレッチリのね、ボーカルの方だと思うんですけども、ジョン・フルシアンテのソロ曲をですね、あえてソロ曲を大音量で聞きながら、紅茶を飲んで、バナナをね、多分3本ぐらい食べてる時かなって。なんでその時ピンポイントでその時なのかは私にも分かりません。わからないんだけれども、台所でね、結構音楽を結構バーンって大音量でかけるんですよ。っていうのは、私の部屋のこうなんていうか図面を見てみるとわかるんですけれども、お隣さんが両側にいるんですけど、台所のスペースだけがお隣さんがいないような
スペースになってるんですよ。なんて説明したらいいのかな。こう壁がお隣さんと面してないっていうか、ちょっと外にボコンって飛び出してるみたいな、わかりますかね。こう上から見た時にボコンって飛び出してて、そこの部分が台所になってるので、台所で音出してもこう直接なんて言うんでしょう、壁を伝わってお隣さんに聞こえてしまうっていうことがおそらくないであろうと。相当大音量にしない限りはね、ないだろうという場所なので、そこはね、遠慮なく音楽を聴くことができるスペースとして私は重宝してるんですよ、台所。なので、私は本当結構いろいろ聞くんですよ。ジャズだったり、ロックだったり、ボサノバだったり、J-POP もね、K-POP も聞くし、結構何でも聞くんですけど、ジョン・フルシアンテをね、大音量でガンガンに聞きながら、紅茶、ミルクティーが多いかな、基本的には。レモンティーであることも多いんですけれども、ダージリンティーにミルクだったりレモンだったりを入れて、バナナをもう栄養補給3本ぐらいバク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 食べながらですね、ぼーっとしたりとか、本を読んでいたりとか。本って言ってもですね、そんなに難しい本は読んでなくて、こうコミックエッセイみたいなものだったりとか、4コマ漫画だったりとか、あとはエッセイを読むことがすごく多いんですよね。私はね、食べることとか料理をすることがものすごく好きなんですよ。なので、食べることに関するエッセイを読むことが非常に多いです。だから食エッセイ、こんなものを食べたとか、こんなものを食べている人と出会ったとか、あとは気候文っていうんですか、こういう国に行ってこんなものを食べて、でこんな人たちと出会ってみたいな、そういうね、本を読むことが非常に多いです。大好きなんだよね、食べることが。なので、そうですね、バナナをガツガツ食べながらそういうものを読んでいたりとか、あとね、映画を見てることも多いです。うん。パソコンをですね、ノートパソコンをよっこらよっこら台所に持って行って、そこで、普通に DVD プレイヤーで、私はね、ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、そういうので見るのではなくて、DVD で見る派なんですよね。ちょっとクラシックな古い感じなんですけれども、でも、私がね、見たい映画がね、ちょっとね、ネットフリックスとか、そういう配信サービスになかなかないんですよね。ちょっとマニアックな映画だったり、古い映画だったり、あとは英語じゃない、フランス映画だったり、イタリア映画だったりすることがちょっとあるので、なかなかね、探していても、ないっていうことが多いので、あのゲオさんのもうありがたいありがたい宅配レンタルというシステムがあるんですけれども、ポストにですね投函して返す、でうちに郵便受けに届くっていう、もう素晴らしいシステムがございますので、もうね、これを使わない手はない、引きこもりとしては。もう店舗に行かなくてもいいんだと。しかも2週間も貸してくれるんですよね。これは時期によってちょっと1週間になったり2週間になったりするので違うんですけれども、私の場合はね、2週間になる時を狙って借りることが多いんですけれども、でそうやってね、映画を見たりとか音楽を大音量で聴いたりとかしながら楽しく台所で過ごしているっていう感じですね。やっぱりなんでしょうね、何かに囲まれてるから安心するのかな。私の台所っていうのはね、せっかくなので私の台所を今から案内しようじゃありませんかね。私の台所はね、ちょっと囲まれてるような台所なんですよね。部屋の隅っこにポンってついてるような台所。例えばお客さんが来た時に背中が向くような台所ではなくって、お客さんの方を向くような台所、ちょっと窓がついてるような、囲まれた台所なんですよね。すごく小さいんですけれども、かなり落ち着くと。で、私はですね、結構いろんなものを置いてるんですよね。油系のものだったり、スパイス類だったり、料理が結構好きっていうか、食べることが好きなので、料理の材料的なもの、中華のソースだったりとか、ナンプラーとかね、東南アジア系の調味料だったりとか、そういうものをですね、結構ザーッと
ラックに並べていたりするんですよね。でそこに囲まれた中に机と椅子があるみたいな感じなので、結構こうなんていうかな、暗くて小さな場所にこう穴蔵みたいな、秘密基地みたいな感じでこう囲まれて安心できるような場所なんですよね。こう入っていくとですね、向かって右側にそういったラックがありまして、オーブンレンジだったり炊飯器だったり、あとはホームベーカリーだったりみたいなものが置かれていたり、さっき言ったようなソースとか油とかスパイス類とかお塩とかそういうものが並べられてたり、あとはね、コーヒーの専用のエリアもありまして、私コーヒーが大好きということはですね、今回6回目なんですけれども、多分ほぼ毎回喋ってると思うんですけどコーヒーがね大好きで、コーヒー豆をコレクションしてるんですが、それを並べるところもありますし、あとね、紅茶をねさっき飲んでバナナを食べるって言ったんですけども、お茶も結構好きで、コーヒーほどではコレクションの規模としてはないんですけれども、いろんなね紅茶をね揃えていてという感じで、こう自分の好きなものに、やっぱり今喋っていてね気づいたんだけれども、自分の好きなものを並べて好きなものに囲まれているから落ち着くっていうことなのかなっていうふうに思いました。あとね、これはね好き嫌いが分かれると思うんですけども、私の台所の右の奥のところに冷蔵庫があるんですけれども、この冷蔵庫のねブーンみたいな音あるじゃないですか。これがね私結構嫌いじゃないんですよ。うん。でもね昔一間のアパートで住んでいた頃は、この冷蔵庫の音でもうすぐ隣で寝てましたから、これでね寝れなくなるっていうことは結構ありました。夜中に目が覚めて、なんか妙にこの音が気になるなみたいな、冷蔵庫の音が気になり始めちゃって寝れなくなるみたいなことはあったので、決して好きとは言えないんですけれども、たまに行って隣に座って音を聞く分にはさほど嫌ではないかなっていうぐらいの音量なんですよね。あれもね、なんか音量が結構いろいろあるみたいでね、冷蔵庫の音って。なんかね、買う時にね、どれぐらい音がしますよっていうのがね、表記されてるみたいなんですよね。あれを気にして買うといいですね。私、今回全然気にしないで買っちゃったんですけど、幸いにちょっと寝室とその台所が分かれていますので、まあ、この冷蔵庫の音を聞きながら眠らなきゃいけないっていうことはないんですが、もしね一間のアパートに住んでおられるっていう方は、もし次に冷蔵庫もし音を気になるんであれば、そういう買う時にね音の表記があると思いますので、それを見て買われるといいかなというふうに思っております。そう、それで、向かって右側の話をしましたけれども、今度向かって左側はですねシンクがあります。で、一番手前がですね、ちょっとこうなんていうの、洗った食器を干すための、干すって言わないのかなんて言うんでしょう、うちは食器洗浄機とかそういう高級なものは全くありませんもんで、洗ったらこう伏せておくようなカゴっていうんでしょうか、ボックスっていうんでしょうか、こう網網のね、そういうものをね置いているエリアがあって、その隣にシンクで、その隣に、ちょっとしたこう調理ができるようなスペースというか、こうステンレスのねこう平べったいところで、一番奥が、IH コンロという感じになっております。今のねアパートにこう引っ越してから人生初めてですよ、 IH コンロ使うようになりまして、って感じなんですけどね。だいぶ引っ越してからまだ1年経ってないんですけれども、だいぶ慣れてきたかなと思います。でもね、やっぱり結構焦がしますね。火ほどねこう目で見てどのくらいの大きさかっていうことが調節できないので、結構ねどちらかというとアナログ寄りな人間なので、私はね、さっきのDVD の話もあのそ分かったと思う聞いて分かったと思うんですけれども、結構ね昔ながらのやり方が好きな人間なので、料理もですね火をこう調整しながら料理するの方が私は好きなんですよね。でもしょうがない IH っていうことなのと、あとなんか防災の観点からこう火はできるだけ使わないようにみたいな感じで言われているので、って言ってもたこ焼きとかやってるんですけどねキャンドルとかつけてるしね。
あのそこまでは禁止じゃないと思うんですけど、多分灯油ストーブとか石油ストーブとかそういうのはダメだよっていうことだと思うんですが、はい、ということで、IH コンロがありますよっていう感じですね。まあ、決してね、大きくて立派なキッチンっていうわけではないんですけれども、それでもまあ、私のサイズ感に、私という人間のサイズにね、ぴったり合ったいい感じの台所かなというふうに思っていて、そこが世界で一番落ち着く場所なんじゃないかなと。世界で一番落ち着く場所にあなたは見つけたとして、見つけましたとして、そこで何をしたいですかっていうのが私はすごく重要かなというふうに思っていて、私の例えば世界で一番落ち着く場所は台所ですと。そこでこれからどんなことをしてどんなふうに世界を広げていきたいかっていうのをね考えるのはねとっても楽しい時間なんじゃないかなというふうに思っております。皆さんだったらどうでしょうか。今ね頭の中に思い浮かんでいる、あ、こんな場所が私の一番好きな場所なんじゃ、落ち着く場所なんじゃないかなっていうふうに思ってくれてると思うんだけれども、そこで何をしたいというふうに思われますか。今後なんかもしできることが増えていくとすればね、私なんですけれども、実はちょっとね、何だったかな、インスタグラムか何かだったと思うんですけど、YouTube のショート動画かな、何かだったと思うんですけれども、なんかね、すっごいなんか K-POP 風の可愛らしい細い女の子が、私、こんな風にして一人時間楽しんでますみたいな感じで、なんか投稿をしていたんですよね。で、その方も私と同じように食べることが大好きみたいで、その方はね、特にね、お肉が好きみたいなんですよね。それでお肉料理をよく作りますよっていうことを、配信されていたっていうところだったんですけれども、その方がね一つねしていて、わ、羨ましいなと思ったことがありました。それがえっと IH コンロを使ってですね、一人焼肉をしているっていうところだったんです。私ね、一人焼肉は今までね考えなかったこともないんですよ。でもちろん引きこもりですから、できればうちでやりたいわけなんですよね。お肉を買ってきてうちで一人焼肉したいんです。ただやっぱりホットプレート用意するってなったら、まあお金もかかりますし、新たにね買わなくちゃいけないですから。でプラスやっぱり賃貸アパートっていうことになると、まあ壁にねこうピンとこう油が飛んでしまったりだとか、匂いが染みついてしまったりだとか、まあね、あんまりよろしくないかなと。で、きっとね、一回やってしまったら癖になって、何回かやってしまうんではないかなっていうふうに思うんですよね。なので、ちょっとこれはどうかなと思って、今までやらないようにしていたんです。でも、その方は、まあ、私と同じ考えがあって、ホットプレートで、まあ、普通の場所でね、ダイニングとかでするのはやめておいて、普通に台所でこう IH コンロの手前に椅子を持ってきて、そこにフライパンを置いて換気扇をつけて、目の前でジュージュー焼きながら、そこに椅子座ってこうテーブルみたいに IH コンロをテーブルみたいにして食べるんだったら、焼肉屋さんと一緒じゃないかというような発信をされていたんです。私なんで今までそれ思い浮かばなかったんだろうと思って、そうだよな、確かに別にダイニングでしなくてもいいじゃないかと。あえてね、そっちに別にホットプレート持ってって焼肉をしなくても IH コンロがこっちにあるんだったら、そこで焼いてその場で食べればいいと。なんで思い浮かばなかったんだろうね。だって今普通に肉料理なんてするじゃないですか。お肉の油も飛びますし、タレも飛びますし、でも換気扇つけちゃえば匂いもなくなっちゃうし、さささってね、ステンレスだから後で拭いちゃえば、こうこぼれたものとか飛んでしまったものとかも気にしなくていいと。いや、これはなんかなぜ今まで思い浮かばなかったのか。でもいいアイデアだなと思って、これやってみたいなと思って早速やったんですよね、先日。すごく楽しかったですすごく楽しかった。一人焼肉。ちょっとね、
雰囲気を出すためにも普通のフライパンではなくってですね、こう何かこうホットプレートに近いような仕様のフライパンないかなって思ったら、私ね、クレープ用のねフライパンを持ってたんです。クレープ用のフライパンって皆さん見たことあるかなどうかなっていうところなんですが、ちょっとマニアックな調理器具で、浅いんですよね。浅くてね、こうなんていうかな、フライパンをスッて振った時に、こう焼けた丸い生地がこう横にスッてこう飛ぶようになってるんです。なのでこう普通のフライパンみたいにこう平べったいですよね。で縁でグーって上がりますよね。このグーって上がるところがこうなんとなく外に開けた感じの状態で終わってるみたいな、まあ限りなくホットプレートに近いような感じなんですよ。でちょっと悩みどころがですね、次回からクレープが焼肉臭くならないかといったところ、そこだけちょっと気になったんですけれどもね、まあ洗えばなんとかなるでしょう。そりゃあね、もう石鹸でね、きれいに洗剤できれいに洗えばあとはなんとかなるでしょうということで、今回使わせていただきましたクレープ用のフライパン、それをね、置きまして、 IH コンロの上にポンと。で待ちに待ったお肉さん、もうね、最近牛肉も高いよね、本当に。今もう普通に手頃に買えるのって言ったら鶏胸肉ぐらい。鶏もも肉だって高いじゃないですか。単価がね、私の行ってるスーパーさんなんてね、 100g148 円してましたよ、もも肉でさえね。で鶏胸肉の方はね、98円とか88円とかね、安かったら88円とか、まあ普段だったら98円とかなんですけど、でね、お肉って牛肉っていう風になるとね、やっぱり高いですね。 100g が、まあ、安くても300円台、安くても300円台で、国産なんてね、私狙ってませんけど、一応値段を見ましたところ、まあ、600円台でほぼ倍になっているような状態でした。私はですね、今回はね、カナダ産だったかな、カナダ産の牛肉を購入して食べるという感じでしたね。ロース肉、あとカルビがこう焼肉用みたいな感じでこう合わさって並べられたといいますか、こう一つのパックの中に一列一列みたいな感じで並べられたものが、ちょっとお勤め品といいますか、夕方にね、買いに行きましたので、その日のまあ売れ残りといったらあれなんですけれども、売れなかったので、ちょっとこう値段を 20% 引きぐらいにしますよっていうシールが貼られているようなものをですね、買ってきまして、あ、これはいいなということで、夜ご飯にそれをいただきましたと。普通にね、ご飯を持ってレタスを用意して、でクレープのフライパンでジュージューと焼いて、レタスに包んでタレをつけてですね、口の中へ放り込むと。いやー、美味しかったなー。てかね、楽しいですよ、一人焼肉は。一人でもですね、一人焼肉は楽しいですよ。うん。一人なのに、あえて一人になってみるっていうね、行為そのものがね、すごくね、面白い気がします。というわけでですね、まあ、その一人焼肉の図がね、すごく羨ましかったがゆえに、やってみた私の初の一人焼肉 in 自分の家の台所ということでした。皆さんちなみにやってみたい一人〇〇ってあります？あなたがやってみたい一人〇〇。私はね、今までにね、台所で、まあ、一人焼肉ならぬ一人〇〇の方はですね、そうですね、3種類ぐらいしたことがあって、一つは一人だし巻き卵。これなんだろうね。気になるね。なんか私だけなのかもしれないんですけれども、だし巻き卵って作ってフライパンから下ろした途端にシューンってしぼんじゃいませんか？
なんか表面がカピカピになって、あんなにふっくらし、なんかパリンとしてた、表面がこうパツッとしてた、もうこうパンパンの可愛いやつがシワシワに。そんなことありません？私だけかもしれないんですけれども、なんかね、そういう風になっちゃうんですよね。なので、私はね、もう一人だし巻き卵を作ったら、もうそれは台所で一人で食べると。フライパンからおろさずに。もうフライパンの上にあるふわふわのパツンパツンにこう膨らんだ状態で食べたいなっていう風に思うようになって、もうほんと一人焼肉みたいな状態ですよ。椅子持ってきて、もうその場でこう四角いフライパンありますよね。それでこう巻いてだし巻き卵を作りまして、まあ、隣にご飯とお味噌汁を持ってきて、フライパンに入ってるような状態でもう、なんていうんですか、お箸で食べていっちゃうという感じなんですよね。これが私の一人まるまる一つ目の一人だし巻き卵。なんかね、あれお皿に盛っても綺麗にこうふわっとしているだし巻き卵って本当に難しいんじゃないかなって思うくらい、何なんでしょうね、しぼんじゃうのよね。なんか蒸発しちゃうんでしょうかね。確かにね、こう蒸気は出てるんですよ。出来たての時のだし巻き卵って。あれでもしかしたらこう、卵の中の水分がですね抜けていってしまっているのかもしれないんですけど、でもだからといって湯気が出ないようにするっていうのも難しいですし、一体どうしたらいいのかなっていうところなんですけれども、というわけでね、私はねこうやってだし巻き卵ができた時にはフライパンに入ったまますぐに食べております。もう一つの二つ目の私の一人まるまるは、一人ペッパーライス。これ美味しいんですよ。ペッパーライス簡単だし。よくさ、インスタとかでさ、またインスタの話になっちゃって、なんか私インスタ見てる、すごい見てるやつみたいになってるんですけど、そんなに見てないですよ。もうだって疲れちゃうんだもん。インスタ疲れですよ、まさに。ペッパーライスちょっと今検索してみますよ。ペッパーライス美味しいんですよ、これ。もともとどこでしたっけ？オーストラリアかどっかの食べ物でしたっけ？なんか一時期すごく流行ったんですよね。2021年2月ぐらいから TikTok で巻き起こっていた大ブーム。ハッシュタグペッパーランチ。ペッパーライスをランチに食べることをペッパーランチっていう風に言ってたんですね。そう、ペッパーライスっていうのはそもそも何かっていうところで、もう皆さんご存知とは思いますけれどもね、すごく一時期流行りましたから。ホットプレートとかフライパンをまず熱くしておいてですね、そこに牛肉、まあ一番下から言うとご飯ですね、ご飯で、その上になんか牛肉とかをドカンって置いて、でネギ、コーンとか、まあいろいろトッピング、チーズとかで、上から結構ふんだんにペッパーを、胡椒をバーっとかけて、まあお塩だったり調味ですよね。焼肉のタレみたいなのをかける方もいらっしゃるし、まあそれはいろいろなんですけれども、それで最後に豪快にガーッと混ぜて全体に火を通して食べるという食べ物で、2021年なんだね。もう結構経つんだ。4年経ちますね。そうなんだ。そう、モットーはですね、モットーと言いますか、合言葉は、簡単で美味しく、一人でも大人数でも楽しめる。ということで作る人が続出したっていうことなんですよね。いやー、1.7億回再生のハッシュタグペッパーランチなんだそうなんですが、私はですね、これ結構一人でやりました。うん。で、もちろんさっきも言ったようにホットプレートがありませんから、うちは。普通のフライパンで。を、それこそコンロに置いてですね、なんでこれをやったのに一人焼肉を思い浮かばなかったのかが全くわからないんですけれども、私はアホかっていうところなんですが、普通に IH コンロの上にポンと置いてですね、その時はちょっとごめん、IH コンロじゃなかったわ。前のアパートだったんで、前の住んでたところは火だったんですけど、普通に火を普通にバーってつけて、ご飯を置いて、
最初ちょっと油を敷いたかな。油を敷いてご飯を置いて、お肉を置いて、あとネギ。私はね、卵も置いてた気がします。あとチーズとかバターとか。結構ね、ハイカロリーにして、それで火を結構強火にしながらガーって混ぜ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 て。で、最後にペッパーをバーってかけて、さらに混ぜて混ぜて混ぜてってやって食べる。これはね、よくやってましたよ。なんかね、すっごく豪華な気持ちになるんですよね。なのにすごく簡単なんですよね。なんか鍋みたいな感じで、本当にただ入れるだけ、そして混ぜるだけなんですけれども、すごく美味しくてね、豪華なね、お料理が出来上がるんですよね。ペッパーランチってすいません、どこの国のものなんですか？どこの国の食べ物なんでしょう？ちょっとわからないですね。一応ここには海外展開の、日本初っていう風に書かれてるんだけど、本当になんかオーストラリアって聞いたことがどこかであるんですけれども、そうではないのかな。ペッパーライス発祥国って調べたら出ますかね。やっぱり日本っていう風に書かれてますね。へえ。神奈川県で1994年、かなり前ですね。1994年に神奈川県で生まれた日本発祥の料理なんだそうで、それが海外展開されてっていう感じらしいです。うーん、らしいです。ペッパーランチ。それペッパーランチっていうお店がっていうことなのかな。とにかくですね、ペッパーライスは本当に美味しいですよ。これはね、一人でやっても大人数でやっても本当にね、さっき書かれていたように、本当に一人でやっても大人数でやっても盛り上がる美味しい食べ物だなと思います。もう混ぜるっていうだけでかなりテンション上がりますからね、すっごいいい匂いするんですよ。なんか喋りながらすごいお腹空いてきた。今ね、7時40分ぐらいなんですけれども、朝ごはんまだ食べてないんですよね。いつかの収録でもお話ししましたよね。私はこの収録を終えてから朝ごはんを食べるということなので、今日の朝はペッパーランチでも食べたいなーなんて思うんですけど、もちろんお家にね、牛肉なんてあるはずもなく、バターもないな。チーズもない。なんもないな。そういえばさっきミネストローネを作ったんだったので、それを食べなきゃならないですね。ちゃんと野菜を食べましょうということで、今朝の朝ごはんはですね、ペッパーライスではなく、ミネストローネをザブザブと食べさせていただきますね。そして、最後、私の、一人〇〇なんですけれども、一人たこ焼き。これはね、あるあるだと思うんですけれども、よくね、皆さんもやることかなって思うんですけれども、一人たこ焼きは結構します。結構頻繁にやります。これはね、台所で、やるんですけれども、この IH コンロの方ではなくて、さっき言ったこっちのテーブルの方でやらせてもらってます。たこ焼きはね、結構テンション上がりますよ。でも私の場合、タコをケチっているので、たこ焼きっていうよりも、なんか焼きですね。丸い焼き。タコ入ってないんですよね。タコの代替品といたしましては、結構いろいろ美味しいものがありまして、木綿豆腐だったり、あとね、木綿豆腐って味ないけど、たこ焼きに入れると美味しいんですよ。不思議なんですよ、本当に。プリッとしてね。はい。あとね、たこ焼きのタコの代わりになるものとしては、その木綿豆腐とか、あとコーンとか、コーンビーフとか、あとはね、キムチとチーズ合わせて入れたりだとか、あとね、ウインナー、魚肉ソーセージを入れる時もありますし、結構ね、いろいろ代わりになるものはありますよね。あとね、クリームチーズとかがね、たまたまある時とか、たまたまですよ。ある時に入れたりとかします。結構ね、いろいろね、代わりになるものってあるので、皆さんもぜひ、こんなもの代わりに入れて食べてますみたいなのがあったら教えてください。私ね、結構ね、もちろんタコ入ってるたこ焼きも好きなんですけれども、いろんなものが入ってるたこ焼きが好きで、友人がね、昔ね、チョコレートを入れると美味しいっていう風に教えてくれたんだけど、果たしてどうなんでしょうか。だしの味と
チョコレートは合うのかなまだちょっと挑戦してないんですけれども、あとね、一回だけね、たこ焼きのたこ焼き器で、一回だけなんですけれども、カステラを作ったんですよね。鈴カステラっていうんですか、あれなんて言うんだろう。たこ焼き器でカステラ、ベビーカステラだ。思い出した。ベビーカステラ、そうそう。これね、たこ焼き器で作るとね、すっごく綺麗に作れますよ。びっくりします。本当にお祭りの屋台で売られているのと全く同じものがね、本当ね、初めて作る人でも全然出来上がる感じですね。私はね、いろいろ中に入れまして、チョコレートでしょ、あとマシュマロを入れたりとか、あとナッツ類、くるみとチョコレート入れたり、アーモンドとチョコレート入れたり、あといちごジャムを入れた時もありましたね。あとはね、これは私は入れてないんですけれども、あのキャラメルとか、あとラムネだったかな、何かをね入れると美味しいみたいなのがね、こう聞いたことがあります。あと蜂蜜とか、うんうんうん、入れると美味しいです。メープルシロップとかも美味しいでしょうね。聞いたことがありますよ。これがね、結構ね、美味しいですよ。くるって、もうほんと簡単に、たこ焼き以上に簡単にくるんって丸くなるので、もう可愛らしいですし、なんかね、やってるこっちもテンション上がるみたいな感じで、すごく楽しかった記憶があります。これがね、私の3つ目の一人まるまる、一人たこ焼きと一人ベビーカステラなんですよね。一人ベビーカステラやりたくなってきた。たこ焼きよりもやりたい。たこ焼きもね、すごく美味しいんですけれども、ベビーカステラはすごく本当に美味しいですよ。うわー、なんか食べたくなってきた。チョコレートちょうどあるし、今日やっちゃおうかな、なんていう風に思ったりしてます。今日夕方ぐらいに。どうでしょうか。はい。ということでですね、今日は、世界で一番落ち着く場所、なんか途中から一人〇〇の話になっちゃったんですけども、まあ、台所でやることっていうことのくくりでお話をさせてもらったんですけれども、皆さんにとって世界で一番落ち着く場所といえばどこでしょうか。私にとってはそれは台所。自分の家の台所で、まあ、いろいろお料理をしたりだとか、食べたりだとか、音楽を大音量で聴いたりだとか、あとは映画を見たりだとか、そういったね、自分の時間を自分の好きなものに囲まれてやるというのが、最も好きで、落ち着くっていう感じでしたね。なんかでも今回の放送でちょっと大切なことに気づかされた気がしますね。ちょっとだけ。なんか結局人間って自分の好きなものがもうあればいいんだなって。なんかね、私もそうなんですけれども、もっとなくちゃいけないんじゃないかってちょっと追い求めちゃうところがあるんですよね。うん。もっと楽しいことがあるんじゃないか。今これが楽しいんだけれども、もっと楽しいことが別にあるんじゃないかとか、もっと素晴らしい場所があるんじゃないかとか、なんか思っちゃうんですけれども、意外とそうじゃないかもな。今、これが楽しいなって思っていることとか、ここが心地いいなって思ってる場所とか、それが意外と自分にフィットしてるものなんじゃないかな。なんかそれ以上大きくなるとか小さくなるとかもしあるかもしれないんですけど、それを今楽しいんであれば考える必要ってほとんどないんじゃないかなっていうふうに今ね喋りながらふと思いました。私もねたまに思うんですよ。今アパートに住んでますけど、これよりも大きなアパートに住めたらなとか、あるいは今住んでいるところよりも都会に住めたらもっと利便性の高いところに住めたらなとかね、スーパーが近くて駅が近くてとか都会でとか考えたりすることもねないわけじゃないんです。でもじゃあだからといって今が楽しくないか、今のこの台所が好きじゃないかといったら全然そんなことはないので、今ね皆さんが落ち着くな、
この場所好きだなって思う場所が一箇所でもあるんだとしたら、その場所ぜひ大切にしてください。私もね、この台所、自分の家の台所狭いですが、いろんなスパイスだのね、なんか粗塩とかでぐちゃぐちゃなんですけれどもテーブルも小さいんですけれども、それでもですね、住めば都と言いますか、これが私のホラー穴なんだ、これが私の秘密基地なんだっていう気持ちでですね、今日からも改めて楽しんでいこうかなっていうふうに思うことができました。なんかいい放送になりましたね。なんか嬉しい気持ちになりました。今までのね放送はね、終わる時に楽しかったなっていう気持ちなんですけれども、今日の放送に限ってはね、嬉しい、楽しいもありますけど、もちろん楽しかったなっていう気持ちもありますけども、この結論にたどり着けて嬉しかったです。皆様最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいでございます。ではではですね、今日もこんな雑談でしたけれども、最後まで聞いてくれて本当にどうもありがとう。楽しい時間をね、一緒に過ごしていただけたなら幸いでございます。次回の放送もぜひぜひお楽しみにお待ちください。そして毎回毎回しつこいようですけれども、今回も言わせていただこうじゃありませんか。チャンネル登録とコメントもよろしくね。ということで、今回の放送はここまでといたします。またね。バイバイ。